橋本市此野。のどかな風景に囲まれたこの場所に世界初となる施設が誕生した。それが湯の里アクアフォトミクスラボだ。こちらは昨年の12月に竣工いたしました施設です。ここはですね、アクアフォトミクスというのは神戸大学の千小原ルミアナ先生が開発した、科学の概念なんですけれども、私どもは2011年からその先生とお水に関する共同研究をしてまいりました。ここでは近赤外線分光法という方法手法を用いまして、お水が持っている構造をですね、スペクトル解析によって調べていくということをやっております。メインはいろんな植物だとか果物だとかの中に含まれるお水を取り出して、それを分光学的に調べていき、その機能性を利用していこうという、そんなことを考えている施設です。今回の講師は世界初のアクアフォトミクス技術センターを稼働させた株式会社重岡をお送りします。株式会社重岡代表取締役重岡翔吾さん。世界初となるアクアフォトミクスラボの誕生は昭和62年に母が創業した橋本健康ランド湯の里が始まりだったという。隣に湯の里という、健康ランドがあるんですけれども、こちらが1987年の創業で、今から34年前ですね、母と始めた、日帰りの温泉施設だったんですが、そこにはこの同じ敷地内に全く違う3種類の、お水が地下水が出ております。一つは温泉なんですけれども、その3種類のお水をブレンドしてお風呂だとかいろんなものに利用しているんですが、水の混ぜ合わせ方だとかブレンドの仕方によってさまざまな、機能性が変わるというか、肌感覚が変わるということからですね、平成7年に月の雫というそのうちの2種類のお水をブレンドしたミネラルウォーターを発売しております。地下水だけは無料でお水を差し上げているということもあるので、ここのお水がいいからといって全国からお水を汲みに来てくださる人があるんですけれども、やっぱりどうしても健康に対しての関心の高いお客様が中心なんですね。ですからやっぱりお客様に提供する部分においてもおかしなものは提供できない、したくないという思いから、全てのお料理に対してはできるだけここの手作りのもの、できれば食材までもこちらでというふうに考えまして、十数年前から私どもではこの湯の里の建物の周囲でですね、お野菜作り等もしております。もちろん無農薬で肥料も入れずに自然の力を使ってお野菜作りをするということに今チャレンジしているところです。自社の水が高く評価されるのは喜ばしいこと。しかしその根拠が漠然とした状態で事業だけが広がっていく中、ある利用者から聞かされた話に重岡社長はひらめきを感じたという。水の組み合わせによってやっぱりさまざまな働きの違いが出てくるんですね。いくらその単体のお水が良くても相性の合わないお水とブレンドされてしまうとその力が随分落ちてしまうだとか、ではどういう組み合わせにするとそういう働きが発揮されるのかということなんですけれども、このお水に興味を持ってくださったお一人が千小葉先生という方でした。その先生はミネラル成分等を調べるのではなくて、分光学的にここのお水の構造を調べるだとか、そういうアプローチで、なんか特徴的なお水なのかどうかを調べて解析をしてくださったわけなんですけれども、非常に興味深いというふうに言ってくださいまして、生き物の体のお水ですね、生態ですから生き物の中の水と通常川の水や雨の水というのは非常に違った特徴を持っているみたいなんですが、どうもここのお水を一つずつ見ていくと生態の中の水の特徴に近いものが少しずつあるぞということからですね、そのお水の組み合わせ等を本格的に調べてみたい、共同研究したいというお声掛けを頂戴いたしまして、2011年から今から10年前ですけれども、神戸大学との共同研究がスタートし始めました。科学分野としていろんな
オミクス分野があるんですけれども、やっぱり生態の中において全てをつないでいるのはやっぱお水なんですよね。もちろん遺伝子の周りには水があって、それがさまざまなところにいろんな情報を伝えている、その情報が光的なもので、それを伝えているのがお水だとすれば、アクアフォトミクスというのは今発展してきたいろんな科学分野を横軸的にですね、縦糸に対して横糸的なものでつないでいくような科学分野になるのではないかというふうに期待されています。自身の探求だけでは消えなかったもやがツエンコバー教授との出会いで一気に晴れ、自身の進むべき道を見つけたと語る重岡社長にこれからの事業について聞いた。こちらではですね、今メインに取り組んでいるのは、植物の中からのお水を取り出すということをしているわけなんですけれども、一般的に酵素って温度が上がると壊れるみたいなことを言われるんですが、温度が上がらない状態で分離できるので、その乾燥物自体も非常に酵素が残っているというか、栄養価の高い食材として取り出せるというふうに考えているんですが、私どもはどちらかというとその物質の方ではなく取り出した水の方を分光学的に解析をして、その特徴をいろんなさまざまな商品に生かせないかということを考えております。やっぱりこの地域和歌山は野菜果物果物王国でありまして、その果物や野菜から旬の一番いいタイミングで水を取り出したお水からさらに食品だけではなくて、それを原料とした化粧水だとか、あとは飲料水だとか、そういったものに発展させていけば、この地域の特産物をいろんな分野で活かせていけるような状態で発展させていけるというふうに思っております。私は20歳の時に創業者の母と一緒にこの湯の里をスタートしたわけなんですけれども、母は最初にその健康ランドをしたいんだと、お風呂に入って健康になってもらう施設をしたいという、そういう夢からスタートしたものでして、ただ母も2年前に他界してしまったので、なんとかその母が思い描いていたその本当の意味の健康ランドですね、食べ物を通してお風呂を通して、もちろんその肉体だけではなくて心も体もなんかほっと落ち着いて健康になってもらえるようなこと、またさらにそこにお水の科学です。私たちはあまり水のことを知らないので、そのアクアフォトミクスを通して得た水の本当の働きだとか機能性だとか、そういったことを皆様に伝えていけるようなことも同時にやっていけたらいいなというふうに考えております。